こんにちは、TPR トレーナーの柳です。今日は飛距離を伸ばすために日々私が実際の練習でやっていることやレッスンを受けていただいた方や YouTube の動画を見ていただいた方の中でこのやり方やっぱり飛距離伸びたよ、こういった声の多かったもの、この2つに絞って解説していきたいと思います。いよいよゴルフシーズン始まるので、この動画ご覧いただいて手っ取り早く飛距離を伸ばしてゴルフ楽しんでほしいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。飛距離を伸ばすためには2つのポイントがあります。1つはこのクラブ、棒を振るっていうこのスピードを上げることとインパクトでの効率、この2つをちょっと分けて考えると練習はかどるので、今日はそれぞれの項目について解説していきます。ではまずですね、何を言っても飛ばすためにはヘッドスピードが大切ですけど、私のように168センチで体重も60キロぐらいで、特にジムに行ってるわけでもなく、本当に一般的な日本人男性の体格してるんですけど、こんな私でも300ヤード飛ばすことができるのはクラブを効率的に使えている、この1点に限ると思います。では早速クラブを効率的に使うこの棒振りをはかどらせる練習や意識の部分について解説していきます。まずですね、クラブを効率的に使うためにはこのクラブの特性というのを少し頭に入れてほしいんですけど、このゴルフクラブはグリップの延長線上に重心がなくて、野球とかテニスとか卓球とかバドミントンって持った先の中心に重心があるので、比較的この面のコントロールとかってここのグリップと面が等速に動くようなイメージで使えるんですけど、ゴルフクラブはそうではありません。持っていただいて分かる通り、シャフトは地面垂直ではなくて少しこっちに傾きます。でこの空中、そして少し後ろ、このちょっと微妙にずれた偏重心という特性があります。でこういった特性があると、このグリップとヘッドっていうのは等速に動かないですし、このゴルフクラブは L 字なので、ここのヒールとトーも等速で動かないで必ず時間差が生まれます。まずはこの特徴とかクラブがどういうふうに動きたがるかっていうのを知るのが大切なので、まずそこを簡単に説明します。ゴルフスイングはこの振り子がスタートです。この振り子、何もない振り子なんですけど、この時人はクラブが飛んでいかないように円の中心に無意識に振り子を継続しようと思ったら無意識にバランスを取り合ってます。この無意識っていうのはすごく大切なんですけど、まずはですね、この振り子を感じながら引っ張り合う、このリズムを作っていきます。でただですね、このままだとクラブは何にも変化しません。ただ振り子をしているだけで、これだと地面のボールを打てないので、クラブには来角っていうものがあって前傾姿勢を取ります。でこの重心がグリップの先にないものをさらに来角をつけて今の振り子をしてあげると、クラブっていうのはこういう開閉する動きが自然と発生します。自分で手でこねるのではなくて、ほっといても開閉していきます。なのでまずですね、この振り子がありますよ、この振り子の周期を崩さないように下から手をあてがうようにして来角をつけてあげます。来角をつけるとこの形になるときに大切なのは、この手でこう持ち上げるっていうよりも、右手の支点に対して左手のグリップエンドを押し込むような感じ、こういうてこの感じで支えてあげる感じを持ってあげると、こういう力関係、こういう力関係だと、指2本でも来角って作れるように支えてる感じ、手の中で支えてる感じでグリップフリーにしてあげると、クラブっていうのはこれはもうこの重心とか重力とかの関係で勝手にフェースのローテーションが始まります。でこうやって動きたがるっていうのをまず頭に入れないといけません。でこの動きっていうのを腕力で制そうとしたらゴリラ並みの握力が必要になってくるので、基本的に頭のイメージでは自分がコントロールできているように感じていても、実際フルスイングになるとこの動きっていうのに逆らうことができないので、いかにこの動き、クラブの動きと仲良くなってこれを効率的に進ませるかっていうのが大切になるので、まずですね、振り子の延長線上にあってこのリズムを崩さないように下支えして来角を作ってあげると、ベースがローテーションするんだなっていうのをまず頭に入れてください。これがスタートラインです。次にこの振り子の回転運動を速く大きくしていくわけですけど、ここにも一つコツがあります。でここが結構飛ばせる人と飛ばせない人の差です。飛ばせる人っていうのはこの振り子の運動っていうのをクラブの力に合わせてトップっていうのを作れます。飛ばせない人っていうのは
持ち上げるようにしてトップを作ります。ここが大きな差で、この振り子の延長線上でクラブを飛球線後方に投げるようなイメージを使うと、ヘッドは手を追い越して勝手にトップオブポジションまで勝手に上がっていく。この勝手に上がっていくっていうのが一つのポイントです。イメージとしてはこの振り子でもいいですし、引っかかったものが外れた時にポンと上に上がっていく、こういう力関係がすごく大切です。この勝手に上がっていく力を使うことによって手は低く遠く、ヘッドの運動量が大きくて効率的な動きになります。でこれを自分の手で持ち上げてしまうと円がちっちゃくて持ち上がって緩んで落ちちゃう、開いちゃうという動きになるので、ここのまずさっきの振り子のハーフスイングぐらいの振り子ができたら、このまま何もしないで上に上がっていく。この手がアドレスから手がこの分動いたら、その3倍ヘッドが動いてるぐらい運動量の差が大きくなるようにクラブに生かされるっていうのがテイクバックのすごく大切なポイントです。なのでまず飛ばしたければこの振り子を知って、トップオブポジションは基本的に勝手に作られるっていう意識で作っていってください。でドラゴンプロってすごく大きなトップ作ってると思うんですけど、これはですね、手を一生懸命大きく上げてるのではなくて、例えばカイル・バーク社とかってこう足踏みして、ここのテイクバックのこの放り投げる力が強いから上まで上がっていくっていう形で大きなトップを作ってるので、飛ばしたいから大きなトップ必要だよねって持ち上げるのではなくて、それであればこの引っ張り上げる力、放り投げる力でパンと上がっていく、こういった形で大きなトップを作る、そこがポイントです。トップを作る時の注意点があります。構えたところからトップを作る時に注意しなきゃいけないのは2つです。まずはですね、この右足の角度です。これがですね、こっちにこう逃げていくような形、このスウェイするような形をしてしまうと軸ブレが起こして、またさっきのこの振り子のリズムが崩れる、グリップを横にスライドさせる、ドラッグさせる動きでフェースが開いていってしまいやすくなるので、ポンと上げるときにこの右足太ももの角度が変わらないように上げていきます。でもう一つはですね、この前傾の角度が大きなトップを作りたいって言って起き上がってしまう、この側屈が入らないで起き上がる、この持ち上げる動きが入ってしまうと良くないので、テイクバックの時にシャフトを肩につけて肩が地面を刺すような位置をキープして上げてあげる。でこうすると自然と側屈が入って、このクラブがオンプレーンのところから外れずに効率よく戻ってこれるようになるので、股関節を捻転させて粘る感じと肩をしっかり地面に刺すように回してあげる。でこうすると飛ばせるトップの形ができやすくなります。では続いてこのトップから切り返しです。ここでつまずく人が多いので、ここはちょっと道具を使います。それはこのインパクトバックです。このトップまでうまくいっても、ここを叩く、この切り返してヘッドを加速させるところでつまずく方が多いので、まずはですね、こういったインパクトバックを使うっていう練習が効果的です。でこの切り返しまでのこのテイクバックの動きっていうのはエネルギーをこう充電する期間で、切り返してからこれ加速させて解放させる期間なので、この時はこのインパクトバックを叩くイメージがいいんですけど、基本的に叩いてくださいってやったらみんなうまくいくんですけど、実際ボールを前にしたら失敗しちゃうケースがあるので、そのあたりのハウトゥーをお伝えしようと思います。でこれを叩いてくださいっていうと、さっきの回転運動でトップができたものから叩くってやると、結構多くの方はいきなりもうプロみたいなインパクトできるようになるんですけど、稀にですね、叩いてくださいってこういう動き、ちょっと腕が遅れちゃうパターンがあるので、腕遅れで強い選手もいるんですけど、基本的にはここの自分の三角形が体を追い越していくような感じ、右肘が自分の体に前に出ていくような感じで叩いていきます。でこれは前方向から 2D の動きです。で今のこの切り返し、この前から見た動きの方向と逆にこう横から見た時の動きなんですけど、この振り子を加速させるっていうのは変わらないので、ここから叩きますって言った時に
クラブのエネルギーの向かう方向っていうのがすごく大切で、ここから横にドラッグするように手が浮いていってしまうような感じだと、実はヘッドは遅れて開く動きになるんですけど、このさっきのこのトップから叩きますっていう時にグリップエンド方向の抜け道を確保してあげる。この左サイドにこう抜けるような位置を作ってあげると、例えばこういう叩くだけ、こういう動きではなくて、この抜ける方向叩きますではなくて、こっち側に叩きながら、だいたい右手が股関節前から上昇を始めるんですけど、その時にこの自分の左サイドにグリップエンドの方向のエネルギーが抜けながらヘッドが方向転換して前に行く感じが大切です。ここでクラブのエネルギーの抜け道を作りながらヘッドを前に出していきます。ただ叩くだけじゃなくて、このヘッドを加速させるためにはどういう方向にエネルギーをリリースしなきゃいけないかというと、ここのところでグリップエンドが自分の左サイドを抜けるような感じが一瞬入ってからヘッドが前に出てくっていう動きを止めない。ずっとこのリリースする感じがなくて、ずっと手ばっかり先行してしまうと、パッと見はなんかそれっぽい感じなんですけど、実際に開いてシャンクみたいになってくるので、ここではこっち側にこう抜けながら前に行く、この感覚、ちょっとこの動画だと伝わりにくいので、ぜひですね、皆さん叩いてみて、こっち側に抜きながらヘッドを放り出す、こっちの動きだなっていうのをちょっと体感してほしいなと思います。ということで、テイクバックから切り返しでエネルギーの使い方っていうのをお伝えしました。次はですね、いよいよインパクト以降のエネルギーの向きの話になってきます。飛ばない人の多くはこのインパクトにボールを面で合わせるイメージが強くて、こういう感じでちょっと自分でブレーキをかけちゃう人が多くいます。これは体サイドの話でもあって、ヘッドサイドの話でもあります。なのでおすすめはアーノルド・パーマードリルで、このずっと回ってる感じをクラブ、このさっきのこの振り子がこう回ってる感じをインパクト以降も続けてあげるとヘッドがうまく出るので、さっきのポンと上げる、そして叩くように切り返して、あとはヘッドを生かせる。なので意識するところは3つです。で、3つ意識すると大変なので、まずはですね、このポンと上げるところぐらいは無意識にやってもらって、この叩いてリリースっていうところ、この2つっていうのを意識して打ってみたいと思います。こういう感じでクラブを止めない、体サイドを止めないで、ここで増大させたものを活かせちゃう、ここの動きっていうのがすごく大切です。初動で作ったエネルギーを叩くようにして前に放り投げる、活かせる感じです。はい、ということで今かなり効率的にクラブを使えるようになったと思います。で、ただですね、最後問題はこの棒をうまく使うのとインパクトゲームってちょっとだけ違う部分があって、例えばですね、このクラブをちょっと変な形にめちゃくちゃ開いて持ってみても、ヘッドスピードっていうのは速いですけど、インパクト効率っていうのは下がってきます。で、このインパクト効率っていうのはドライバーとか飛ばしたいクラブになればなるほどスピン量を減らして、衝突をスピンじゃなくて前に進む力が必要ですし、アプローチになってくるとこのヘッドスピードに対して効率の悪い動きをしている方がスピンが入って止めるとか曲げるとかいろんなことができてくるので、ちょっとですね、アプローチとドライバーとこの効率の話変わってくるんですけど、この効率を上げてスピン量を減らして飛ばすっていう練習、方向性を整える練習っていうのは、さっきお伝えしたこの
クラブを使うと大体できてくるんですけど、仕上げという部分ではちょっと足りません。なので最後はですね、ボールに対してどういうインパクトをするのかっていうのも意識した練習っていうのが必要です。で、このインパクトっていうのはシンプルに考えると27通りの方法があります。飛球線に対してクラブがインアウトなのか、ストレートなのか、カット軌道なのか、あとはダウンブロー、レベルブロー、アッパーブローで、あとはこのパスに対してフェースがスクエアなのか、開いてるのか、閉じてるのか、この 3×3×3 の27通りがあるので、まずですね、その27通りのインパクトで遊んでみるっていうのが一つ大切です。で、この時に大きなスイングではなくて、ちょっと上げて1ヤード飛ばすぐらいな感じで、ダウンブローでクローズでインアウトに打とうかなみたいな感じで、このインパクトの効率とかインパクトでのボールの遊びっていうのをやっていきます。ダウンブローでカットでオープン、こういう感じでいろんな出球のこういった遊びしながらちょっとずつ飛距離を伸ばしていきます。で、ドライバーは基本的にロフトが立ってスピン量が少ない方が飛ぶので、基本的には、ティーアップしているのでアッパーブロー、レベルブローからアッパーブロー寄りで、パスに対してはほぼスクエアな状態が飛ぶ動きなので、このところでアイアンだったらレベルブローでインアウト、ストレートでもいいですけどインアウトで、そこに対してフェースはまっすぐで打ってみよう。こういう感じでこのインパクトゲームっていうのも育てていく必要があるので、この速く振る、ヘッドスピードを上げる、効率的にクラブを使うっていう部分と、最後の仕上げ、ターゲットに向けてボールを飛ばすとか、効率よくヘッドスピードを飛距離に変える、ここはちょっと切り分けて練習するといいかなと思います。ということで今日はですね、このクラブを効率的に使うっていうところをお伝えしました。このポンと振り上げる力でトップを作る。この時に右足と肩の位置を大切にしたら、あとはインパクトバックを叩くんですけど、叩く時に腕が遅れるんじゃなくて、しっかりこう右肘が体の前に入って追い越していく。で、さらにここでずっと手がドラッグするのではなくて、ヘッドが前に行かなきゃいけないので、この左サイドでグリップの抜ける方向っていうのを作ってあげて、最後はヘッドブレーキかけないで動かし続ける。この感じでやっていくとどんどんシャフトが使えてくるので、ドライバーの飛距離間違いなく伸びてきます。ということで、私のような波のフィジカルでも300ヤード飛ばすために大切なポイントっていうのを紹介しました。ぜひ皆さん参考にしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。